どうも、チャーさんです。この動画では Unity のエフェクトで竜巻のエフェクトを作る方法についてお話しします。この動画を見ればこういう風な竜巻を作れるようになります。ということで早速、やり方の話に入っていきます。今回この竜巻エフェクトを作るにあたり、メッシュとテクスチャー画像を作る必要があります。ということで、ブレンダーを開いて作っていくんですけども、ブレンダーを持っていない方は、ブレンダー公式と Google で検索していただいて、この blender.org ですね、のサイトからダウンロードしてください。で、ダウンロードリンクがここですね。で、ここでダウンロードブレンダーってあるので、これをダウンロードして、ブレンダーを用意してください。そして、ブレンダーを開いたら、こういう風な画面になっていると思うんですけども、ジェネラルを押してください。そして、ここの最初のキューブは使わないので、キーボードの X を押して、デリートを押してください。そうすると消えます。それができたら今度は、ここの Add っていうのがあるんですけども、ここをクリックして、メッシュサークルをクリックしてください。そうすると、こうやってサークルが表示されます。サークルを表示できたら、キーボードのタブキーを押してください。そうすると編集モードに入ります。そして、その状態で、こういう風に左クリックしながら、ここを選択してください。そして、この頂点を選択したら、キーボードの X を押して、このバーティクルズってやつを押して、頂点を消してください。それができたら、次にここのスパナのマークがあるんですけど、ここをクリックしてください。そして、ここの Add Modifier をクリックしてください。さらに、スクリューっていうのがあるので、そちらをクリックしてください。そうするとこんな形になります。ここのスクリューっていうところがあるんですけども、ここの0メートルってなってるのを 1.1 メートルに変えてください。そうすると、こういう風な形になります。で、さらに、ここのイテレーションズっていうところがあるので、ここを1から2に変えてください。そうすると、さらに2つ表示されます。そして、ここのアングルを360になっているのを310に変えておいてください。そうすると、このようなメッシュが出来上がります。このメッシュができたら次にこちらを Unity で使えるようにエクスポートしていくんですけども、その前にまずこちらのサークルをクリックして、ダブルクリックですね、して名前をトルネードに書いておいてください。こちらで設定した名前が Unity でパーティクルシステムで使うときに表示される名前になるので、トルネードを設定しておいてください。そして次にエクスポートする方法ですけども、こちらのファイルをクリックしていただいて、エクスポートの中の FBX をクリックしてください。保存場所の設定になるので、トルネードと名前を付けておいてください。さらに、こちらのオブジェクトタイプスの中をメッシュをクリックして、メッシュだけがエクスポートされるようにしてください。また、こちらの下の方にある Apply Transform というのがあるので、そちらもチェックしておいてください。そして、こちらに保存先のフォルダーがあるんですけども、好きなフォルダーに保存するようにしておいてください。それができたら、エクスポート FBX を押してください。こうすることにより、Unity で使えるメッシュがエクスポートされました。次にテクスチャー画像を作っていきます。作り方なんですけども、ここの上にあるツールのテクスチャーペイントをクリックしてください。そうすると、こうやってテクスチャー画面ができます。で、画面を大きくしておいてください。次に、テクスチャー画像を作る方法ですけども、こちらの New を押してください。そして、サイズを32、ハイトも32にしておいてください。そうすると、ちっちゃいのができるので、マウスホイールを動かして拡大してあげましょう。そちらができたら、次にテクスチャー画像を今から作っていくんですけど、このままだとブラシの大きさが大きすぎるので、ここのラディウスを1にして小さくしてあげてください。さらに、こちらのストレングスという風なところを 0.5 に設定してあげてください。それができたら今からテクスチャーを作っていきます。竜巻用のテクスチャーなんですけども、マウスをこういう風に左右に動かしてあげて、適当に風切りのような形の、ペイントをしてください。こうすることによって、竜巻のテクスチャー画像を作ることができるようになります。で、ある程度できたら、これを保存します。保存する方法なんですけども、こちらのイメージというのがあるので、こちらをクリックしてください。そして、ここにセーブとあるので、こちらで保存してください。で、保存先は同じようにお好きなところを選んでいただいて、名前をトルネードテクスチャーにしておいてください。そしてこちらの右下のセーブイメージを押して画像を保存してください。これで竜巻のテクスチャー画像と竜巻用のメッシュを作成することができました。それができたら Unity に戻ってください。次に先ほど作っていただいたテクスチャー画像とメッシュをこちらの Unity のアセットの中にまず持ってくる必要があります。なので、あなたが先ほどのテクスチャー画像とメッシュを保存したフォルダを開いてください。そして今こちら、この2つが先ほど作った
メッシュとテクスチャー画像なんですけども、こちらを2つ選択して、ドラッグ&ドロップをしてアセットの中に持ってきてあげてください。これで先ほど作っていただいたメッシュとテクスチャー画像を Unity に持ってくることができました。で、次にこちらをパーティクルシステムで使えるように設定をしていきます。まずはメッシュの方をクリックしてください。そしてここのロケーションというのがインスペクター画像にあるので、ここの Use External Materials をチェックしてください。さらに、ここの Apply というボタンを押してください。こうすることによってメッシュとして使うことができます。Unity の中で。で、次に、こちらのテクスチャー画像なんですけども、このままでは Unity のテクスチャーとして使うときに透明にならないので、透明になるように設定します。その方法がここの Alpha Source というところをチェックして、From Grayscale というのをクリックしてください。さらに下にスクロールしていただいて Apply を押してください。これによってテクスチャー画像として使えるようになります。で、こちらのテクスチャー画像をパーティクルシステムに使うようにするためにマテリアルを作る必要があるので、アセットの中で右クリックをして Create Material を押してください。それができたらトルネードマテリアルとでも名前を付けておいてください。そちらのマテリアルを作ったら、こちらのシェーダーというところをクリックしてください。さらに、ここのモバイルっていうところをクリックして、パーティクルズっていうのをクリックして、アディティブというのをクリックしてください。そうするとこういう風な画面に切り替わりますので、ここのセレクトのところに先ほど作っていただいた竜巻用のテクスチャー画像をドラッグ&ドロップしてください。そうするとこのマテリアルに竜巻のテクスチャー画像が設定されました。こちらで、パーティクルシステムをするための準備は完成です。それではここからは、竜巻のエフェクトを作っていく方法についてお話しします。で、まずは右クリックをして Effects Particle System をクリックしてください。次にこれを竜巻のエフェクトの見た目に整えていきます。まずはここのスタートライフタイムを Random Between Two Constants を押してください。1.2 と2にしておいてください。同じくスタートスピードも Random Between を押していただいて、こちらも 1.2 から2にしておいてください。次にこちらのスタートサイズですね。ここを同じように Random Between にしていただいて、こちらは 1.5 から 2.5 にしておいてください。で、ここからは先ほど作っていただいた、テクスチャー画像とメッシュですね、を設定していきます。で、まずはレンダラーをクリックしてください。そして、マテリアルですね、こちらをクリックしていただいて、トルネードと検索していただくと、マテリアルが出てきます。これで、テクスチャーを設定したマテリアルが設定できました。次にメッシュの設定の方法ですけど、こちらのビルボードというやつをメッシュをクリックしてください。さらに、ここのキューブのところをクリックして、同じようにトルネードと検索すると、先ほど作っていただいたメッシュができるので、こちらをクリックしてください。すると、こんな風な見た目になります。で、ここまで来たら次にやっていただくのは、まっすぐ上に飛ばしていきたいので、ここのシェイプですね、をクリックしてチェックを外してください。さらに、風のような色をつけていきたいので、スタートカラーをクリックして、でここの緑色のところを押して、この緑色の間の部分ら辺ですね、をクリックして、風に近い色を設定してあげてください。で、ここまでできたら、次は下の方の形を絞って、より竜巻に近い見た目に変えていきます。で、そのやり方なんですけども、サイズオーバーライフタイムというのをクリックしてください。そうすると見た目がちょっと先細りになって、下の方がすぼみました。で、ちょっと見た目が弱々しくなったので、こちらのエミッションをクリックして、このレイトオーバーライフタイムの10を50に増やしてください。そうするとちょっと見た目に勢いが取り戻せます。で、ここまでできたらもうちょっとこう竜巻のように上の方に飛ばしてあげたいので、今度はここのグラビティモディファイアですね。ここにマイナス 0.2 と設定してください。そうすると上の方に上がるようになります。だいぶ見た目が濃くなってきましたね。で、さらにここにランダム性というか不規則性を加えていきたいと思います。ということで、まずは下の方にスクロールしていただいて、ローテーションオーバーライフタイムをクリックしてください。で、ここにセパレートアクシスっていうので、ここもクリックして、この右のところをクリックして、ランダムビットイントゥーコンスタンツを押してください。で、これのそれぞれ XYZ に対して、マイナス300から300を設定してあげてください。そうするとこのような見た目になります。で、こうすると不規則性が加わったんですけども、ちょっと見た目がキレがありすぎるので、これをぼやかして、馴染むようにしていきたいと思います。で、ここのスタートカラーをクリックして、ここのアルファのところですね、を下げていってください。そうするとこんな風に馴染むようになっていきます。ただこれだと見た目が薄くなってしまったので、ここのエミッションのところですね、ここを100から一気に250まで増やして、より勢いを増してあげてください。これでだいぶ竜巻っぽいエフェクトに近づいたと思います。
ということでですね、この動画は竜巻のエフェクトの作り方だったんですけども、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ということで、それでは。